いつもご視聴いただきありがとうございます。美味しい引き出しの英子です。今日はマヨネーズミニ食パンを作ります。久々の朝一焼くだけパンです。最近お気に入りのお酢入りのパン生地について視聴者様からオーバーナイトできませんかっていう質問をいくつかいただいておりました。何度か試作したんですが、どうしても重い食感になってしまって味もいまいちだったんですね。そこでマヨネーズ生地はどうだろうと思って試作してみたところ、こちらはもっちりしっとりふわふわできめが細かくてめちゃめちゃ美味しく焼けました。朝一焼くだけパンにしたいなと思っていたら、ダイソーさんでちょうどいいケーキ型を発見。そして誕生したのがこちらのミニ食パンです。バターシュガートップにしたら思わず笑っちゃうくらい美味しい。ぜひお試しください。では生地作りから始めましょう。材料紹介です。強力粉、砂糖、塩、イースト、ぬるま湯、牛乳、練乳、そしてマヨネーズです。材料や分量などの詳細は概要欄をご参照ください。まずイーストの予備発酵をします。40度ぐらいのぬるま湯の中に分量の中から砂糖を1つまみ、そしてイーストを振り入れます。イーストをよく溶かしたら、このままブクブク泡が立ってくるまで5分から10分ぐらい室温に放置します。次に粉類を合わせます。強力粉の中に残りの砂糖、塩を入れて空気を含ませるように軽く混ぜ合わせておきます。はい、10分経ちました。イーストの予備発酵が終了してこんな感じです。いつもはね、もっと一面にブクブクしてるんだけど、今日はイーストの量が半分なので、ブクブクも半分くらいです。ではこれをくるくると回転しながら生地を作るボウルに移します。30度ぐらいに温めた牛乳です。ここに先ほど合わせた粉類半分くらい入れます。大体の量で大丈夫です。混ぜます。よく混ぜて、このように滑らかになればこれで OK です。蓋をして室温に10分置いておきます。ちなみに本日の室温は25度です。はい、10分経ちました。ではこの中に練乳とマヨネーズを加えます。練乳もマヨネーズも冷たいものではなくて、室温に少し出しておいた方がいいと思います。軽くなじませます。完全に溶かさなくてもこの後しっかり混ぜるので、このくらいで大丈夫。そしたら残りの粉を全部加えます。最初はぐるぐる、その後切るように混ぜます。このくらい水分が回ったらハムスター混ぜいきます。容器を立てて上から手で押さえて、ヘラの根元を持って向こう側から手前へ、向こう側から手前へ、ハムスターのおもちゃのように回転させながら混ぜていきます。この辺にこすりつけるようにするとあっという間に混ざります。はい、だいたい1分くらい混ぜました。はい、生地はこんな感じです。このくらいで OK です。ボウルの周りをきれいにします。下から上すくい上げるような感じで生地の表面を整えています。はい、蓋をして、ここからは30度から35度ぐらいの温かいところで20分置いときます。今日も熱いお湯の入ったカップと一緒にオーブンの庫内に入れておきたいと思います。20分経ちました。では1回目のパンチを行います。オイルをちょろっと垂らして生地の表面と容器になじませます。ひっくり返してポンポンして10回ほど折りたたみます。このように生地の表面を整えます。蓋をしてまた20分、30度から35度ぐらいの温かいところに置いておきます。はい、20分経ちました。では2回目のパンチを行います。先ほどと全く同じです。ひっくり返してポンポンして何回か折りたたみます。はい、
伸びなくなったらこのように生地の表面を整えます。2倍になったのが分かりやすいように表面を慣らします。はい、蓋をして30度から35度ぐらいの温かいところで2倍くらいの大きさになるまで一次発酵させます。はい、一次発酵が終了しました。だいたい45分ぐらいかかりました。前回のマヨネーズロールの時とはイーストの量が半分になりますので、その分ちょっと時間もかかります。それで前にもお話ししたんですが、このタッパーをお使いの方は粉を 200g で仕込む場合、一次発酵の前はだいたいこの500のラインのところになります。それが2倍ということで、一次発酵が終わる目安がこの1000のラインのところになりますので、分かりやすいと思います。では台の上に移します。ガスを抜いて全体の重さを測ります。今日は9分割にします。42g に重さを揃えます。42g になりました。表面を張らせるように丸めます。この時は底をしっかり閉じなくても大丈夫。丸め終わったら固く絞った濡れ布巾をかぶせてベンチタイムを15分ほど取ります。ベンチタイムの間に本日使用する型をご紹介します。おなじみダイソーさんで購入したフッ素樹脂加工のケーキ焼き型になります。縦の長さが 13.5 センチ、横が 7.5 センチです。これを3個使うんですけれども、なんと朝一焼くだけパンシリーズで大活躍のこのメガキーパー3600、これにシンデレラフィットしたんです。ほら、ぴったり。横でもいいかなと思ったんだけど、こっちの方が重ならないので今日はこのようにして使いたいと思います。ベンチタイムが終了しました。では成形します。両面に薄く粉をまぶして綿棒で伸ばします。時々ひっくり返して、朝一焼くだけパンの時はここでしっかりとガスを抜くようにします。目安はカードぐらいの大きさです。で、綺麗な面を下にして三つ折りにします。で、また伸ばして端から巻いていきます。ここを張らせるような感じでくるくると巻いていきます。巻き終わりを閉じて形を整えて、これで OK です。ちょっと慣らします。これで OK。はい、こんな感じで入りました。乾燥しないようにちょっと霧吹きでお水を吹きかけておきます。間に1枚ラップを挟むことで蓋がぴっちり閉まります。ぴっちりぴっちり。最終発酵は冷蔵庫でオーバーナイトさせます。朝一焼くだけパンのオーバーナイトの目安は8時間から12時間ぐらいにしています。以前一度野菜室でオーバーナイトさせたことがあるんですが、ちょっとね発酵しすぎてしまったんですね。なので朝一焼くだけパンの時は野菜室ではなく冷蔵室で発酵させるようにしています。ではおやすみなさい。おはようございます。オーバーナイトの目安を8時間から12時間っていうふうに言ったんですけど、ちょっとね作業ができなくて今ね14時間30分ぐらい経っています。生地はこんな感じ。特に過発酵ということもないので15時間ぐらいはいけると思います。
ということで、ここから復温をさせていくんですけれども、一度霧吹きでお水を吹きかけて、もう一度ラップをかぶせて、上から布巾をかぶせて、熱いお湯の入ったカップと一緒にオーブンの庫内で30分から1時間ほど復温させます。はい、40分ほどで出してきました。はい、こんな感じでふっくらと発酵しています。で、オーブンは今200度に予熱をスタートさせています。では牛乳を塗ります。豆乳や溶き卵でも OK です。真ん中をハサミでカットします。細長く切ったバターをのせます。今回は合計で 10g ほどの有塩バターを使いました。無塩バターでもいいんですが、個人的には有塩バターの方がおすすめです。最後にグラニュー糖を振ります。予熱するときに天板も一緒に入れています。190度で13分を目安に焼きます。焼けました。190度で13分ちょうど焼きました。マヨネーズ入りの生地は惣菜パンにぴったりだと思いましたが、少し甘みを足したら菓子パンも美味しく焼けることが分かりました。オーバーナイトしてもご覧の通りしっとりふわふわです。お休みの日の朝食にいかがですか？今回も最後までご視聴いただきありがとうございます。楽しんでいただけましたらチャンネル登録とグッドボタンもよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。